名前が国立映画アーカイブなんですけれども、日本で作られた映画というものを集めて保存して上映をするといったような、そういう仕事をやっているところなんですね。私ども2つ施設があるんですけれども、一つはこの京橋に立っている本部ビルで、ここで大小2つのホールがあって、そこで映画上映をしたりとか、それから今私が立っているこの展示室で映画に関わる展示を行っています。これがお客さんを迎える施設で本部機能を持っているところで、あと神奈川県の相模原市にもう一つ映画を収蔵するための相模原分館というのがありまして、そこで低温低湿で映画フィルムを長期保存しています。今の東京国立近代美術館というのがですね、もともとこの京橋にできたんですけれども、国立近代美術館、それが1952年なんですが、その中に映画事業を行う部署というのができまして、フィルムライブラリーと呼ばれていたんですが、それが大元の起源です。で、いよいよ本格的に、映画の機関として組織的な形を整えたのが1969年ですね。近代美術館が今東京国立近代美術館となって竹橋に移転したんですが、この京橋がその映画部門の施設になってフィルムセンターという名前に変わったというのが次の段階です。そして2018年になって東京国立近代美術館の一部門であったフィルムセンターが国立美術館として独立して、法人でいうと国立美術館の中の6番目の館になったと。それが現在に至っているということになります。ミュージアムじゃなくてアーカイブっていう名前になっている理由は、映画を網羅的に集めるということをやってるからなんですね。ミュージアムっていうのはたくさんある芸術作品の中から選んでいるわけですけれども、私たちは映画であるという条件ならば、とりわけ古いものについては網羅的に収集をして保存をするという仕事をしています。網羅的に全部残していくことの意味というのは、一つにはその映画というのはまさにいわゆるコンテンツでもあるわけですけれども、その文脈を残していくっていうのは歴史を保存する時の絶対条件であるということですね。ということもありますし、もう一つ大きなこととしては、あまりにもその日本映画というのがなくなってしまっている、その代わりをなすのが資料になるという意味合いがあります。映画の歴史120数年の中のとりわけ前半に作られた映画っていうのは残っているものの方が少ないんですね。集めて安全に保護して保管をして、そして現在でも見られるような形に直していくと。これは全体を含めて保存と呼んでるわけですけれども、そうした日本の映画史の保存の拠点であるというのがまず一つですよね。映画を通していろいろな教育をする拠点でもあるわけですよね。歴史そのものを教えるってこともあるし、映画というものを理解をするための教育というのもあるわけですけれども、例えばですが上映事業を通じて行ったりしていると。映画というのは世界中大変よく似た技術で作られてきた、そういうメディアであり芸術なんですね。ということは、勝手に日本のやり方で保存するっていうんじゃなくて、世界中で同じ技術で作られてきたものを同じように保存しなければならないと。古今東西の映画を上映できるようにするのが私たちの一つのミッションですから、映画を通した国際交流の拠点にならなければならないということになります。独立に際して私たちはミッションをですね、キャンペーンの言葉にして発表したんですけれども、その時の言葉が映画を残す、映画を生かすっていう、そういう言葉だったんです。集めるとか保存するじゃなくて残すっていう言い方をしている理由はですね、残すことが難しいからなんです。場合によっては捨てられてしまったり、あるいは誰の映画なのかわからなくなってしまったり、そんなこともあるわけですが、それを何とか残したいということで映画を残す。しかしその一方で残した映画をですね、現在の人にまた未来の人にきちんと見ていただけるというこ
ことが大切なので、映画を生かすという言葉を使ったことになりますね。映画が普通に残ってて、普通に利用されてて、でそれが日常になってほしいと考えているので、僕らようやくなんですけれども配信ということを始めたんですね。明治時代の一番古い日本の映像の記録を配信することから始めて、で昨年始めたのが関東大震災映像デジタルアーカイブなんですけれども、公開した初日で44万アクセスがあったんですが、それを見てくださる方が自分たちの今までの活動を超えた範囲ですよね。人数もそうですし、いろんな専門家の方が普通にですね、映画の資料を社会とか歴史とか文化のその研究素材として見てくれる、あるいは一般の方が歴史の記憶として見ていただけるという時代が小さな一歩ですけれどもようやく始まったという。ただその先にはもちろん劇映画も配信していきたいということがあるわけですね。映画には医学的な価値だけではなくて、文化的な価値や歴史的な価値があるというふうに考えているんですね。芸術的な価値はあまりない映画が作られたとします。それが100年後、予想もしていなかった文化的な価値や歴史的な価値っていうのが生まれることがあるんですね。意図しないけれども映ったもの、あるいは映ったものがその時にはあまり大きな意味を持たないけれども、50年100年経つと非常に重要な意味を持つっていうことがあるわけですよね。でそういうものを残すことの重要さっていうのを私たちはいつも考えながら仕事をしているし、未来を見ているということになりますよね。